皆さんこんにちは、ガジログです。今回はトランヤのノバライトというワイヤレスイヤホンをご紹介いたします。少し前にこの上位モデルとなるトランヤノバというモデルをレビューしています。こちらのレビューもぜひ参考にしていただければと思いますが、期待以上の音質だったので今回も非常に楽しみとなっています。ではこれから開封し、その後スペックのご紹介、またファーストリスニングということで開封した直後の視聴もしていきたいと思います。そしてしばらく使った上でのファーストインプレッションという流れでお届けしたいと思います。というわけで本日も行ってみましょう。ということでね、こちらがパッケージ内容となっています。まず本体そのものになります。そして予備のイヤーピースもついていますが、全部で4つ入っていますので、サイズ別にですね、S、M、L という感じになっていると思います。また USB-C、USB-A の充電ケーブルも入っています。加えてノバライトのユーザーガイドですね、しっかり日本語に対応したものが入っています。ということでね、本体の外観を見ていきたいと思います。カラーはホワイトというかアイボリーになっていますね。背景が真っ白になりますけども、それに対しましてね、アイボリーという感じがよく際立っています。では外観を見ていきたいと思いますけど、ツヤのあるね、アイボリーになっています。そして前面にはスリットがついていて、このようにね、開けやすい形状になっていますね。開けますと LED のインジケーターが点灯します。裏側になりますとね、トランヤのメーカーロゴがありまして、ファンクションボタンがついています。一番下に USB-C のポートがついています。サイズ感はこんな感じになりますけども、コンパクトでね、持ちやすい感じですし、そして塗装の問題だと思いますが、滑りにくいという感じがします。では、蓋を開けていきたいと思います。ということで、いいですね。この形状は取り出ししやすくて、個人的な好みなんですね。取り外してみたいと思いますが、磁石の吸着も程よいですね。強すぎず弱すぎずという感じになっています。そして戻してみますと、いいですね。この吸着具合が程よい感じがあってすごくいいと思います。ではイヤホン単体も見ていきたいと思いますけども、トランヤのメーカーロゴがプリントされています。そしてタッチセンサーはこの辺りがね、タッチセンサーとなっています。マイクがついていたり、充電用の金属端子がついていて、ここにもマイクがついています。そしてイヤーピースになりますが、外してみますとね、こんなような形状となっています。では重さを測ってみたいと思いますが、まずイヤホン単体の重さになります。ちなみにイヤーピースがついている状態で 4.8g となっています。そしてケースの重さになりますが 35.3g となります。総重量になりますけど 44.8g となりました。ということでここからざっと主なスペックをご紹介したいと思います。まず一番の機能としましては ANC アクティブノイズキャンセリングに対応しています。ノイズの低減はマイナス40デシベルとなかなかのね数値となっています。またこのドライバーになりますけども 12mm のものが搭載されています。迫力のある低音と滑らかな中高域で幅広い音域を再現するということです。そして先ほどもねちらっとご紹介しましたが、左右に4つのマイクが搭載されていまして、クリアな通話を提供する ENC が採用されています。ノイズ低減としましては 90% ほどということでね、周りの騒音っていうのをほぼかき消してしまうぐらいになっていますので、後ほどマイクのテストもやってみたいと思います。またこれねちょっと嬉しい機能なんですが、装着検知の機能がついていまして、装着しますと自動的に再生する、もしくは外しますと停止するというね、その機能がついているのもすごくいいですね。結構ね高いモデルにはついているんですが、このね6000から7000ぐらいのモデルでこれが搭載されているというのは嬉しいですよね。そしてマルチポイントにも対応しています。ですので最大で2台まで登録することができまして、メインとなりますスマホと、そしてもう1台自宅ではパソコンとかタブレットとねペアリング設定することが可能となっています。そしてゲームモードにもしっかり対応していまして、低遅延としましては 38ms 未満ということになっています。そして気になるバッテリー持ちになりますけど、まずこのイヤホン単体で最大で8時間という駆動時間となっています。そしてこのケースを併用した場合、トータルで32時間という形になっています。またですね、なんとワイヤレス充電にも対応しているということで、すごいですね。上位モデルのトランヤノバにもついていたんですが、なんとね、このライト版にもついているというのはね、なかなかすごいですね。では実際に充電できるのかどうかを確認してみたいと思います。こちらワイヤレス充電。これを乗っけた時にライトがブルーに変わりますと充電ができる状態になります。ではやってみたいと思います。早速反応しましたね。このようにブルーに変わりましたので、しっかり充電できていることがわかります。外してみますと、
再びグリーンになりましたね。これは全くニュートラルな状態となっていますので、このあたりね、このライト版でもしっかりワイヤレス充電できるっていうのはすごくいいですよね。そしてですね、また Bluetooth は 5.3 対応。また防水機能は IPX5 ということで、多少の雨や汗などでは全く問題ないレベルとなっています。そして最後にアプリ対応ということで、トランヤオーディオというアプリに対応しています。ですので、そのアプリを使いますと様々なカスタマイズ、またイコライザーを使いまして音質などを変えることができるので、好みの音質や使い勝手をカスタマイズすることができるのはなかなか便利ですよね。今、ペアリングが終わりましたけども、このスマホ本体は aptX アダプティブや LDAC 対応しているんですが、今回のコーデックは SBC となっています。ということで、ざっと主なスペックをご紹介しましたけども、ファーストリスニングということで視聴をしていきたいと思います。ということでね、これから初視聴していきたいと思いますが、耳に装着してみたいと思います。サンプルとしまして、YouTube ミュージック上にあります藤井風さんのキラリの曲で聴いてみたいと思います。サンプル視聴するときに、この曲もよく使うんですけども、実際ね、どんな感じなのか、これから実況していきたいと思います。いきなり低音がすごい強いですね。そしてメリハリのある低音と広域になっています。やっぱりね、鳥肌立ちますね。やはりエイジングがされている状態ではないので、広域がですね、まだちょっとバタつき感がありますね。ただ、低音が間違いなく強いですね。そして中域もまだちょっと暴れてる感じはしますけど、トライヤオーディオのアプリを使えば結構化けそうな気がします。ということで、この後しばらく使った上でのファーストインプレッションということで、使用感を含めましてお届けしたいと思います。というわけで、あれから数日使った上でのファーストインプレッションになりますけど、まず気になるところとしましては、音質ではないでしょうか。音質に関しましては、かなりね、個人の主観というか、好みの音っていうのもありますけども、個人的に感じましたのは、まず低音がまずバリバリに強いなっていうのを本当に思います。トランヤノバライトという名称を使っているので、通常のトランヤノバのモデルも低音が強かったんですけど、ライトのモデルとしても、低音がね、そのまま定評通り強いっていうのはね、ちょっと意外な結果だったんですけども、これはこれでね、すごく心地いいなと思います。低音といっても、本当にドスドスとしたね、すごい重厚感のある低音っていうよりは、結構ね、広がりのある心地いい低音感が楽しめるんじゃないかなと思います。また中域から広域にかけましても、最初のファーストリスニングで思ったザラつきのあるバタバタ感っていうのは、やっぱり数時間使っていくと落ち着いてきまして、抜けのいいクリアなサウンドを楽しむこともできます。その後のね、サンプルの音としましては、結構幅広く聴いているんですけども、とりわけこもった感じっていうのはこのモデルに関しましてね、標準の設定含めて全然ありません。非常にクリアな感じですね。ということで、低域から広域にかけて結構バランスのいい音質であって、とてもね、この上位モデルのトランやノバとこんなに比較しまして違いっていうのはあんま感じないですね。ライトでも本当に十分じゃないかなっていうぐらいのクオリティとなっています。そして次に気になりますのは ANC がどれぐらい効くかということだと思います。アダプティブノイズキャンセリングになりますが、近所にね、マフラーの音が大きいバイクが走っているんですけども、その音はね、完全に消すことはできませんでしたね。低音がバリ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 っていう感じで聞こえるんですけど、それを完全にシャットアウトするまではいきませんでした。どちらかといえば、やっぱり家の中で、その屋内で発生しているホワイトノイズ系、洗濯機やエアコンの音ですね。そういった静かな音でずーっとね、一定の音で聞こえるような音はカットすることができます。ただ突発的に起きるこういうような音は全くカットすることはできませんのでね、大きな機体は禁物だと思います。ただ、そう言っても、やっぱりある程度の騒音っていうのをカットできるようになっていますので、このライトモデルにもしっかりね、ANC 搭載されているというのはすごくメリットじゃないかなと思います。そして次ですね、これは通話の音質になりますけど、いつも通り LINE の音声通話を使いまして、実際にマイクの音を収録してきましたのでご覧ください。ただいまマイクのテストをしています。ただいまマイクのテスト中です。ただいまトランヤノバライトのマイクのテストをしています。ということでね、お聞きいただきましたけども、音質いかがだったでしょうか。これぐらいのクオリティで私の声を拾っていましたので、相手方には要件や内容というのをはっきり伝えられるクオリティがあると思いました。これ以上求めるっていうことはそんなになくてもいいのかなっていうぐらいのクオリティですね。ただ、騒音のある状態でテストしているわけではありませんので、このあたりも環境ノイズキャンセリングですね、ENC を搭載していますけども、車通りが激しいところとかで騒音すると、ここまではクリアに
に聞こえないかもしれませんね。ちょっと条件が良かったっていうのは一つ加えておきたいと思います。そして次に気になるところとしましては、装着感ではないでしょうか。このね、形状を見ていただきますと、一般的なカナル型のワイヤレスイヤホンということで、この標準でついているイヤーピースも含めまして、私の耳には本当にね、ドンピシャリのサイズとなっていまして、全然ね、落ちる気配はありませんし、前かがみになった拍子にポロッと落ちるってこともありませんし、頭を振ったとしても全くね、落下の心配っていうのはありませんでした。こう持ったとしても本当にね、重さはそうですね、一応感じますけど、めちゃめちゃ軽いなっていうのを本当思います。ということでね、軽量でコンパクトでありますので、装着感っていうのは非常に良好でした。そして最後の点になりますが、それはアプリの使用感についてです。今ね、トランヤオーディオのアプリを起動してありまして、この部分ですね、トランヤノバライトと出ています。まずケースのバッテリーの残量が 41% と出ていまして、これがね、はっきりわかるのがまずいいなと思います。そして左側、右側ともに 100% 充電になっているのでね、フルに使うことができます。そしてこのデバイスの探すっていうところがありまして、これタップしますと、イヤホンのある場所が Google マップ上に出てきまして、どこにね落としたのかっていう、いわゆる最終地点だと思いますけども、その場所がわかるっていうのがいざとなった時に便利じゃないかなと思います。そしてここねタップして中を見ますと、このねイヤホンをカスタマイズすることができまして、結構いろんなモードを編集することができます。まず気になりますのはこのイコライザーですね。音質をある程度変えることができるんですが、まず最初に現在のイコライザーが出てきましたね。こういった波形という感じになっています。そしてバランスモードにしますとね、こんな感じになりまして、この音がね、結構いいんですよね。そして、低音さらに聞かせたい場合や、低音を弱めたい場合、音声ですね、ボイスを強化したい場合ってね、こういう風にデフォルトで入っているのが、なかなか使い勝手いいんじゃないかなと思います。個人的にカスタムイコライザーですね、ガジログと出ていますが、こんな感じの波形を私は作ってみまして、好みの音質に変えてあります。こんな風に編集が結構しやすいのがいいなと思います。そして、この調整したい場合は、こんな風に変えることができますね。ちょっと指で隠れてしまっていますけど、こんな感じで調整していただいて、名前を付けて保存というような流れで使うことができます。そしてボタンの設定とありますが、この操作方法をカスタムすることができまして、以前のトランヤノバでも同じインターフェースになっているので、内容としましてはね、重複しますけど、左と右ともにカスタマイズ性というのは同じ共通項目になっています。今ね、左側になっていますけど、シングルタップですね。1回タップしたとき音量を下げる。ダブルタップで一時ステージと再生。トリプルタップでゲームモード。そして長押し。ここね、長押しすることによって ANC モード、アクティブノイズキャンセリングを起動させる。こんな風に今は設定してあります。でね、使っていて気づいたんですが、トランヤノバのね、上位モデルとここの部分でちょっと違う点がありまして、このライトはシングルタップ、ダブルタップ、トリプルタップまでの編集しかできませんが、上位モデルのトランヤノバになりますと、4回タップと5回タップまでカスタムするモードがついています。この辺でね、ちょっとやっぱりライトなんだなっていう気はしますけど、他メーカーからするとできてこのぐらいまでになっているので、十分のカスタム性があるんじゃないかなと思います。ちなみにシングルタップのとこを開いてみますと、すべての機能に割り当てを変えることができます。ANC にすることもできるし、ゲームモードにすることもできます。そして長押しのとこを見ていただいても同じですね。使いやすいように変更できるようになっているのがすごくいいなと思いました。これが左右ね、共通の編集項目となっています。ということでアプリの使い勝手っていうのはすごく抜群じゃないかなと思います。というわけで今回トランヤノバライトをご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。とても名称通りライトと思えないようなスペックですね。そして音質もすごく良かったですし、またコーデックに関しましてはアプト X アダプティブとかね、高音質のコーデックに関しましてはノバになっています。それ以外に関しましてはそう大きな違いは感じませんね。ワイヤレス充電にも対応していたり、マルチポイントにも対応していたり、ANC もついているということでね、ほとんどライトという名称がついている割には全然ライトらしくないなっていうのは正直思いますね。ということでね、ちょっと気になったなっていうことであれば、概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧いただければと思います。この動画良かったよってことであれば、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。